ゆっくり解説。チャールトン・ヘストン主演映画ベスト10。ハリウッド黄金期を築いた伝説の俳優の軌跡をたどる。マリサ、こんにちは。今日は映画の特集だって聞いたけど、今回はどんなテーマなのかしら？私たちのチャンネルの視聴者さんは映画ファンの方が多いから、すっごく楽しみにしてたの。おう、レイム。よくぞ聞いてくれた。今回はハリウッド黄金期を語る上で絶対に欠かせない伝説の俳優、チャールトン・ヘストンを大特集するぜ。レイムは彼の作品、見たことあるか？名前はもちろん知ってるよ。確か、古代ローマが舞台のベンハーっていう、すごく有名な映画に出てた人よね。でも、それ以外の作品はあまり詳しくないかもしれないな。その通り、まさに、ベンハーでアカデミー主演男優賞に輝いた、映画史を代表する大スターなんだぜ。今回は、そんな彼の偉大なキャリアを称え、後世に語り継ぎたい主演映画をランキング形式で紹介する。実会や、猿の惑星みたいな超名作も出てくるから、楽しみにしててくれよな。第10位。大地震。1974年。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位は、一体どんな作品なのかしら？やっぱり、ヘストンさんお得意の歴史がテーマの映画だったりするの？いや、それが違うんだな。第10位は、1974年に公開されたパニック映画の金字塔、大地震だぜ。この作品は、70年代に世界中で大流行した、パニック映画ブームの火付け役の一つで、映画の体験そのものを変えた画期的な作品として知られているんだ。パニック映画、ビルが燃えたりするような、ハラハラドキドキするジャンルよね。でも、映画の体験を変えたってどういうこと？この映画が革新的だった最大の理由は、1000サラウンド方式っていう特殊な音響システムなんだ。これは、超低周波の音を巨大なスピーカーで発生させて、映画館の座席や建物自体を物理的に振動させる仕組みだったのさ。だから観客は、映像と音だけじゃなく、体の芯から響く揺れによって、まるで本当に大地震の真っ只中にいるかのような、とんでもない臨場感を味わえたんだぜ。映画館が丸ごと揺れるなんて、アトラクションみたいですごいわね。ヘストンさんはどんな役を演じているの？物語の舞台はロサンゼルス。そこで暮らす人々の日常が、突如として発生した巨大地震によって一変する様子を、壮大なスケールで描いているんだ。ヘストンが演じたのは、主人公の建築家スチュアート・グラフ。彼は妻との関係に問題を抱えているんだけど、いざ災害が起きると、持ち前の知識とリーダーシップで人々を導き、崩壊するビルから生存者を救い出そうと奮闘するんだ。まさに、困難な状況でこそ輝く、彼らしい英雄的な役柄だよな。なるほど。危機的状況の中で人々を助けようとするなんて、チャールトン・ヘストンさんにぴったりの役柄ね。だろ？この映画は、パニック映画の面白さはもちろん、画期的な音響技術で観客に恐怖を体感させた点で、映画史に残る一作なんだ。ヘストンの輝かしいキャリアを語る上で欠かせない作品として、第10位にランクインさせたのぜ。第9位。黒い罠。1958年。第10位は、画期的な音響で体験するパニック映画だったわね。それにしても、ヘストンさんが建築家を演じていたなんて意外だったわ。さて、第9位はどんな作品なのかしら？続く第9位は、これまたヘストンの新たな一面が見られる作品だぜ。1958年に公開された、フィルムノワールの歴史に燦然と輝く傑作、黒い罠だ。フィルムノワール？なんだか難しそうな言葉ね。確か、白黒の画面で、影がすごく印象的な犯罪映画。っていうイメージだけど、合ってるかしら？その通り、フィルムノワールは、第二次大戦後のアメリカ社会の不安や退廃的な雰囲気を、光と影の強烈なコントラストで描き出した犯罪映画ジャンルのことさ。そしてこの黒い罠は、市民権で有名な天才監督、オーソン・ウェルズがメガホンを取った、まさに後期フィルムノワールを代表する一本なんだぜ。オーソン・ウェルズ監督の作品だったのね。でも、そんなすごい監督の映画に、どうしてヘストンさんが？
歴史劇のイメージが強いから、ちょっと結びつかないわ。良いところに気づいたな、レイム。実は、ヘストンが演じたのは、なんとメキシコ人の麻薬捜査官マイク・バーガスなんだ。当時の彼はもう大スターだったが、高潔な白人ヒーローというイメージを打ち破る、非常に挑戦的な役作りだったのさ。しかも、この役を演じるにあたって、彼が監督に指名したのが、当時ハリウッドから干され気味だったウェルズだったんだ。ヘストンの後押しがなければ、この傑作は生まれなかったかもしれないんだぜ。そうなの。ヘストンさんが監督を指名したなんて、すごい話ね。俳優としてだけじゃなく、作品全体を見ていたってことなのね。そういうことだ。特に映画史で伝説になっているのが、冒頭の長回しシーン。なんと約3分20秒もの間、一度もカットを割らずに国境の街を映し続けるんだ。この神業のようなカメラワークは、見る者を一瞬で映画の世界に引きずり込む。腐敗した警察署長との対決を通して、正義とは何かを問いかける重厚な物語と、ヘストンの新境地を開いた演技。これぞまさに通好みの名作ってわけさ。第8位、北京の55日、1963年。第9位はオーソン・ウェルズ監督のフィルムノワールで、ヘストンさんがメキシコ人捜査官を演じていたのが驚きだったわ。彼の役者としての幅広さを感じたわね。さて、第8位はどんな作品なのかしら？第8位はヘストンの真骨頂とも言える、壮大な歴史スペクタクル大作だぜ。1963年公開の北京の55日だ。この作品は、実際にあった歴史的な事件をもとに、激動の中国を描いた超大作なんだ。北京の55日。タイトル通り、中国の北京が舞台なのね。歴史的な事件っていうと、一体どんなお話なのかしら？物語の舞台は、1900年の清朝末期の中国だ。当時、不侵滅用というスローガンを掲げ、外国人排斥を叫ぶ秘密結社、義和団が大規模な反乱を起こしたんだ。この映画は、義和団に包囲された北京の外国公使館区域で、孤立無援となった11カ国の外交団と兵士たちが、救援軍が到着するまでの55日間、必死に戦い抜いた義和団事件を描いているんだぜ。実際にあった籠城戦がテーマなの。それはすごく壮絶な物語ね。ヘストンさんは、もちろん人々を守るヒーロー役なんでしょう？その通り、ヘストンが演じたのは、アメリカ海兵隊の指揮官マット・ルイス少佐だ。彼は寄せ集めの多国籍部隊を率いて、圧倒的多数の義和団を相手に、絶望的な防衛戦を指揮するんだ。国も文化も違う人々が対立しながらも、生き残るために一つにまとまっていく。その中心に立つのが、まさにヘストン演じるルイス少佐なのさ。彼の力強いリーダーシップが、この極限状況の物語に説得力を与えているんだぜ。なるほど。そういう役柄は、まさにチャールトン・ヘストンさんのお箱ね。スケールも大きそうね。とんでもないスケールだぜ。撮影はスペインで行われたんだが、なんと東京ドーム約5個分もの広大な敷地に、当時の北京の街並みを完全再現したんだ。城壁や門、街路まで作り込んだセットは圧巻の一言だ。そこに数千人規模のエキストラを動員して撮影された戦闘シーンは、まさに本物さながらの迫力だぜ。歴史の渦に翻弄される人々のドラマと、ヘストンの英雄的な活躍が見事に融合した。これぞハリウッド黄金期の歴史大作ってわけさ。第7位、史上最大の賞、1952年。第8位は、義和団事件をテーマにした北京の55日だったわね。やっぱり歴史大作でのヘストンさんは本当に輝いているわ。さて、次は第7位だけど、どんな作品が登場するのかしら？第7位はヘストンのキャリアを語る上で絶対に外せない、記念碑的な作品だぜ。1952年公開、なんとアカデミー作品賞に輝いた大ヒット作。地上最大の賞だ。地上最大の賞。タイトルからして、すごく華やかな感じね。もしかして、サーカスを舞台にした映画かしら？その通り、この映画は、当時アメリカに実在した世界最大のサーカス団の巡洋ツアーを舞台に、
そこで働く人々の情熱や恋愛、ライバルとの確執を描いた壮大な群像劇なんだ。そして何よりすごいのが、あのスペクタクル映画の巨匠、セシル・B. デミル監督が、本物のサーカス団、リングリングブラザーズに密着して撮影したことさ。だから、映画に出てくるショーのシーンは、ドキュメンタリーと見まがうほどのリアリティと迫力に満ちているんだぜ。本物のサーカス団が出演しているのね。それは豪華だわ。ヘストンさんは、どんな役で出ているの？やっぱり花形のスター曲芸師とか？いや、彼が演じたのは、この巨大サーカス団を取り仕切る、冷静沈着で仕事一徹な団長ブラッド・ブレイデンだ。彼はショーの成功のためなら、恋人である花形ブランコノリを主役から下ろすような非常な決断も下す、いわば鬼の団長だな。だけど、物語のクライマックスで起こる大規模な列車事故の際には、自らの危険を顧みずに仲間を救い、野外でショーを強行しようと奔走するんだ。この役で、ヘストンは若手ながらも大物俳優に引けを取らない存在感を示し、デミル監督にその才能を認められた。この出会いが、後の実会での主役抜擢につながる、まさに運命的な作品になったんだぜ。そうだったのね。後の大成功のきっかけになった、重要な作品だったんだ。そういうことだ。きらびやかなショーの裏にある人間ドラマ、そしてヘストンの出世作という点も踏まえて、この華麗なる大作を第7位に選んだのぜ。第6位、エルシド、1961年。第7位はアカデミー作品賞の史上最大の賞。鬼団長役で後の大作への布石となった作品だったわね。さて、いよいよベスト10も後半戦。第6位はどんな映画なのかしら？第6位はこれぞ歴史スペクタクル映画の真骨頂、と呼ぶべき超大作だぜ。1961年公開、中世スペインに実在した伝説の英雄の生涯を描いた、エルシドだ。エルシド？あまり聞き馴染みのない名前だけど、どういう人物なのかしら？中世スペインが舞台なんて、壮大な物語が始まりそうな予感がするわ。エルシドとは、11世紀スペインに実在した国民的英雄、ロドリーゴ・ディアス・デイ・エイ・ビバールのことだ。当時のスペインはキリスト教徒とイスラム教徒のムーア人が国土をめぐって激しく争っていてな。彼は、キリスト教徒でありながら、宗教を超えて敵にさえ慈悲をかけ、その高潔さから敵からもエルシドはが君と敬愛された伝説の騎士なんだぜ。敵からも尊敬されるほどの人物だったなんて、すごいわね。ヘストンさんは、もちろんそのエルシド本人を演じているのよね？もちろんだ。ヘストンが演じるエルシドは、まさに理想の英雄そのもの。愛する女性との悲恋や、王への忠誠心と信念との間で葛藤しながらも、私欲を捨ててスペイン統一のために戦い抜くんだ。ヘストンの誠実で力強いイメージがこの孤高の秀夫役に完璧にマッチしていて、彼自身が最高の役だったと語っていたほどなんだぜ。本人が最高の役だったと、それはファンとしても見逃せないわね。見どころはどんなところなの？特に有名なのが、映画史に残る壮絶なクライマックスだ。瀕死の重傷を負ったエルシドが、自分の死期を鼓舞するために、死してなお馬にまたがり敵陣へ突撃していくシーンは圧巻の一言だぜ。何千もの兵士がぶつかり合う合戦シーンのスケールと、ヘストンの英雄としてのカリスマ性、その全てが一級品の、まさに王道の歴史活劇大作なんだ。第5位、ソイレントグリーン、1973年。第6位は、ヘストンさん自身が最高の役と語ったエルシドだったわね。死してなお戦う姿は、まさに伝説の英雄だったわ。さて、いよいよトップ5に突入よ。第5位はどんな作品なのかしら？ここからはさらにヘストンの奥深さがわかる作品が続くぜ。第5位は、これまでの歴史大作とは180度違う、彼の新たな代表作だ。1973年公開、映画史に残る衝撃的な結末で知られる SF サスペンスの傑作、ソイレントグリーンだ。ソイレントグリーン？ SF サスペンス？歴史スペクタクルのイメージが強いヘストンさんが SF 映画に出演していたなんて、すごく意外だわ。
どんな未来の世界を描いているの？舞台は、今から見てもそう遠くない未来。2022年のニューヨークだ。世界は深刻な人口爆発と環境汚染で荒廃し、食糧危機に瀕しているんだ。一握りの富裕層を除き、ほとんどの人々はソイレント社が配給する合成食品のウエハースでかろうじて生きている。そんな、希望のないディストピアが舞台なんだぜ。なんだか息が詰まりそうな世界ね。そんな絶望的な世界で、ヘストンさんはどんな役を演じているの？やっぱり、世界を救おうとするヒーローだったりするのかしら？いや、そこがこの映画の面白いところだ。彼が演じるのは、殺人家の刑事ソーン。正義感に燃えるヒーローとは程遠く、汚職や盗みが当たり前の世界で、どこか投げやりに生きる、ごく普通の男なんだ。しかし、彼はソイレント社の幹部が殺害された事件を捜査するうちに、この世界の根幹を揺るがす、恐ろしい秘密にたどり着いてしまうんだぜ。ヒーローじゃないヘストンさん、新鮮だわ。恐ろしい秘密って、一体何なの？それは言えない相談だぜ。この映画の価値は、その衝撃のラストに集約されているからな。ソーンが最後に叫ぶ真実。その一言は、映画史上最も有名で、最も恐ろしいセリフの一つとして語り継がれている。環境問題がより深刻になった今だからこそ、この映画が持つ警告のメッセージは、公開当時よりも強く我々の胸に突き刺さる。だからこそ、この不朽の SF スリラーを第5位に選んだのぜ。第4位、大いなる西部、1958年。第5位は衝撃の SF サスペンス、ソイレントグリーンだったわね。ディストピアを生きる人間をリアルに演じていて、ヘストンさんの演技の幅に驚かされたわ。さあ、第4位の発表よ。第4位は、映画ファンなら誰もが傑作と認める、西部劇の金字塔だ。1958年公開。男たちの誇りが激突する重厚な人間ドラマ、大いなる西部だぜ。大いなる西部、西部劇なのね。エルシドやベンハーみたいな歴史大作のイメージが強いけど、西部劇にも出ていたんだ。ヘストンさんは、もちろん凄腕のガンマン役よね。いや、そこがこの映画の面白いところなんだ。実は、この映画の主演は、ローマの休日で有名なグレゴリー・ペックなんだぜ。ヘストンが演じるのは、ペック演じる主人公のライバル役とも言える、牧場の現場監督スティーブ・リーチなんだ。二大スターが火花を散らす、豪華な共演が見どころなのさ。主演じゃなくてライバル役なの。それは意外だわ。どんなキャラクターなのかしら？やっぱり、いかにも西部男って感じの荒々しい役どころ？その通り、ヘストンが演じるスティーブは、そやでプライドが高く、自分の力を信じて生きる叩き上げの牧場主だ。一方、ペックが演じる主人公は、東部から来た紳士的な元船長。暴力ではなく話し合いで物事を解決しようとする。この、全く異なる価値観を持つ二人の男が、水源をめぐる二大勢力の争いや、一人の女性をめぐって激しく対立する様が、この物語の核になっているんだぜ。なるほど。対照的な二人の男の対立がテーマなのね。二人のぶつかり合いで、何か有名なシーンはあるのかしら？もちろんだ。映画史に残る伝説のシーンとして語り継がれているのが、夜明けの牧場を舞台にした二人の殴り合いだ。何分にもわたって、セリフも音楽もほとんどなく、ただひたすら互いの拳がうなりを上げるんだ。それは単なる喧嘩じゃない。互いの生き方、誇りをすべてぶつけ合う、魂の対話なんだぜ。ウィリアム・ワイラー監督の卓越した演出と、ジェローム・モロスの雄大なテーマ曲も相まって、西部劇の枠を超えた不朽の名作として輝いているのさ。第3位、実会、1956年。第4位はグレゴリー・ペックと共演した大いなる西部。ライバル役でものすごい存在感だったわね。さあ、いよいよトップ3よ。第3位は一体どんな作品なのかしら？来たぜ、ついにトップ3だ。第3位は、チャールトン・ヘストンの名を全世界に知らしめ、彼をミスター・スペクタクルの座に押し上げた、映画史に輝く不朽の傑作、1956年公開、実会だ。実会。
旧約聖書に出てくるモーセの物語よね。これはもう、ヘストンさんの代表作中の代表作じゃない。これを第3位に持ってくるなんて、1位と2位は一体どうなっちゃうのよ。落ち着けって。それだけ1位と2位が強力だってことさ。この実会は、巨匠セシル・B・デミル監督が、自身のキャリアの集大成として作り上げた伝説的な映画だ。旧約聖書の出エジプト記をもとに、エジプトの王子モーセが、神の啓示を受けて奴隷の同胞を率い、約束の地を目指すまでの一大女子史を描いているんだぜ。エジプトの王子から、民を導く指導者へ、波乱万丈の人生ね。ヘストンさんはもちろん、モーセ役よね。ああ、デミル監督は、モーセ役にヘストンを指名する際、君の顔には神の預言者の風格があると言ったそうだ。その言葉通り、気品ある王子時代から、荒野で苦悩し、やがて威厳に満ちた指導者へと変貌していく様を、ヘストンは完璧に演じきったんだぜ。監督にそこまで言わせるなんて、すごいわね。見どころは、やっぱりあの有名なシーンかしら？ああ、CG のない時代に、本物の奇跡としか思えない映像を実現した、公開が真っ二つに割れるシーンはあまりにも有名だ。他にも、エジプト王操術の災いや、シナイ山で神から実戒を授かるシーンなど、全編が見どころの連続だぜ。ヘストンの英雄像を決定づけ、映画の歴史を塗り替えた、まさに神話級の超大作なのさ。第2位、猿の惑星、1968年。第3位は、ヘストンさんの英雄像を決定づけた実会だったわね。もうお腹いっぱいの満足感だけど、いよいよ第2位よ。これを超える作品ってことよね。一体どんな映画なのかしら？ああ、第2位は、これまで紹介してきた歴史大作とは全く違うジャンルでありながら、ヘストンのキャリアを語る上でも、そして映画史を語る上でも絶対に外せない、SF 映画の金字塔だ。1968年公開、猿の惑星だぜ。猿の惑星。タイトルは知ってるわ。猿が人間を支配している星の話よね。でも、あのミスタースペクタクルのヘストンさんが、こんな奇抜な設定の SF 映画に出ていたなんて、すごく意外だわ。そうだろ？だが、この作品で彼が演じたからこそ、伝説になったんだ。彼が演じるのは、高速近くで旅をしていた宇宙飛行士テイラー。彼が不時着した惑星は、なんと知性を持つ猿が文明を築き、言葉を話せない人間を家畜や実験動物として支配する、常識が完全に逆転した世界だったんだ。モーセやベンハーのような高潔な英雄とは真逆で、テイラーは人間社会に嫌気がさし、新天地を求めて宇宙へ旅立った、皮肉屋で人間不信の男なんだぜ。英雄じゃない、むしろ人間嫌いのヘストンさん。それはまた新鮮な役柄ね。価値観が逆転した世界で、彼はどうなってしまうの？テイラーはすぐに猿に捕らえられ、言葉を話せない危険な獣として扱われる屈辱を味わうんだ。彼は必死に自分が知性ある人間だと訴えようとするが、猿の科学者たちはそれを全く認めようとしない。この映画が画期的だったのは、アカデミー名誉賞を受賞したリアルな猿の特殊メイクだけでなく、人種差別や盲信、科学の傲慢さといった普遍的なテーマを、見る者に突きつけたことにあるんだ。ただの奇抜なアイデア映画じゃない。深いメッセージが込められているのね。その通りだ。そして何よりも、この映画を伝説にしたのが、映画史上最も有名で、最も衝撃的なラストシーンだ。テイラーが星から脱出した先で発見するあるもの。それを見た瞬間の彼の絶望の叫びは、観客の価値観を根底から揺さぶる。俳優チャールトン・ヘストンの新たな魅力と、SF 映画の可能性を極限まで引き出した、まさに不滅の傑作だぜ。第1位、ベンハー、1959年。第2位は SF 映画の傑作、猿の惑星。衝撃的なラストは本当に忘れられないわ。さあ、数々の名作を抑えて、ついに栄光の第1位の発表よ。一体、どんな作品が頂点に輝くのかしら。ああ、ランキングの集大成だ。これまでもすごい作品ばかりだったが、第1位は格が違うぜ。映画という芸術の頂点、スペクタクル映画の最高峰にして、チャールトン・ヘストンの代名詞、
1959年公開、アカデミー賞11部門受賞の不滅の金字塔。ベンハーだ。やっぱり、ベンハーだったのね。これ以上ないっていうくらい納得の1位だわ。アカデミー賞11部門受賞って、今も破られていない大記録よね。まさにキングオブムービーだわ。その通りだ。物語は、ローマ帝国時代、ユダヤの豪族の王子として生まれたジュダ・ベンハーが、幼馴染でローマの将校となった親友メッサラの裏切りによって、家族と引き裂かれ、奴隷船に送られるところから始まる。過酷な運命の中で生き延びた彼は、復讐を誓い、ローマへと戻るんだ。壮大な復讐劇でありながら、その裏でキリストの生涯が描かれ、最終的には許しという普遍的なテーマにたどり着く、重厚な人間ドラマなんだぜ。復讐と許し、ただの歴史大作じゃない、深い物語なのね。ヘストンさんが演じるベンハーの人生は、まさに波乱万丈だわ。ヘストンはこの役を演じるために、すべてを捧げた。高潔な王子から、憎しみに満ちた奴隷へ、そしてすべてを失った先に許しを見出す聖者のような人間へ。その変遷を、彼はキャリアのすべてをかけて体現したんだ。この演技でアカデミー主演男優賞を受賞したのは当然の結果だったと言えるぜ。アカデミー賞も納得の演技なのね。映画の一番の見どころは、やっぱりあの有名なシーンになるのかしら？ああ、映画史の伝説として語り継がれる。約15分にも及ぶ戦車競争のシーンだ。CG のない時代に、1万5,000人ものエキストラを集め、実際に巨大な競技場を建設して撮影されたんだ。ヘストン自身も数週間にわたる猛特訓の末、スタントなしで4頭立ての戦車を操った。その迫力、臨場感、スケール、すべてが本物だ。チャールトン・ヘストンの魅力と映画の奇跡が完璧に融合した。永遠に色褪せない最高傑作。第1位にふさわしい、まさに神がかりの作品だぜ。総評、まとめ。こうしてベスト10を振り返ると、チャールトン・ヘストンは本当にすごい俳優だったわね。歴史上の英雄から、未来世界の刑事や人間不信の宇宙飛行士まで、演じる役の幅が本当に広くて驚かされたわ。ああ、人々が彼に求める英雄のイメージを完璧に演じきる一方で、SF 作品では社会の矛盾に苦悩する人間をリアルに演じた。その両方を完璧にこなせるからこそ、彼は唯一無二のミスタースペクタクルなんだぜ。本当にそうね。彼の作品は、今の時代に見ても色褪せないどころか、新しい発見がたくさんあるわ。皆さんも、この機会にチャールトン・ヘストンがスクリーンに刻んだ、映画の奇跡を、ぜひその目で確かめてみてほしいわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。